皆様、本日はですね、なんと、アサヒビールさんからお話をいただいて、こちらの、じゃーん、スタイルフリー。こちらに合うがっつり料理作っていきたいと思います。めっちゃ嬉しい。はい。で、今回は、こちらがね、糖質ゼロということなんで、もうこちらに合うがっつり飯をね、作ろうと思って、今回は、極上のガーリックステーキライス作っていきたいと思います。じゃあ、今回のガーリックステーキライスのステーキの部分なんですけれども、まず、こちらちょっと前もってやってほしいのが、こういうお手頃なお肉でいいので、こちらに下味と、あと、柔らかくなるために塩麹につけておこうかなと思います。で、こういうので、こんなにね、高価なお肉じゃなくても十分柔らかくて美味しいお肉になるので、ではまあ、こちらのステーキ2枚に、まずお酒を大さじ1杯。にんにく。これ大さじ1/2です。で、最後こちらの生の塩麹。こちらスーパーとかで普通に売ってるやつです。こちらを大さじ2杯。こちら全部入れたら、もうちょっと軽く蓋をして、もう中でよく揉み込んでおきます。ほんとね、塩麹につけると、旨味が足されるだけじゃなくて、お肉が柔らかくなるんですよね。サシが入ってないようなね、赤身がメインのお肉でも美味しく柔らかく食べられるので、この処理がおすすめです。で、これはつける時間自体は、まあ、長くつけても半日ぐらいで十分なので、まあ正直1、2時間ぐらいつけれれば十分です。では、こんな感じで、しっかりとね、塩麹が全体に行き渡ったら、あとは冷蔵庫でちょっと寝かしておくんですけれども、調理を始める30分ぐらい前には取り出しておいて、ちょっと常温に戻してあげておいてください。それまでは冷蔵庫で染みさせていきたいと思います。はい、では早速調理に取り掛かります。まずね、こちら。もうお肉は最低でも1時間ぐらいはつけてくれれば大丈夫なんですけれども、こちらもね、3時間ぐらいは漬け込んでおりますので、あとはこちらは常温に戻しておきたいので、冷蔵庫から出しておいてください。で、あと用意するものは、ネギとニンニクで、ニンニクはできればフレッシュ生の方がいいですね。で、調味料がほんと少なくて、醤油と塩コショウと鶏ガラスープ、あと、まあ、お肉買った時にね、スーパーとかでもらえることがあると思うんですけど、もしあれば牛脂を用意してください。1個で大丈夫です。これにあとサラダ油があれば大丈夫です。まず、ニンニクなんですけれども、3個。結構でも大きいサイズですね。こちらの大きめのニンニクなんですけれども、こちらのニンニクなんですけれども、まあ、ガーリックチップスにして上からね、パラパラっとかけるものと、ライスの中に混ぜ込んで一緒に炒めるものを用意するので、まあ3つちょっと大きめのやつを用意して、はい。今、ガーリックチップス作るときに、まあ最後ね、食感としてね、上からね、カリッとしてるのがあるのも美味しいんだけど、それだけじゃなくて、やっぱ油にね、ニンニクの香りを移したいっていうのがあるので、こんな感じで。で、僕はね、よくチップスとみじん切り両方とも作るんだったら、この下側だけはね、こんな感じで綺麗に、大きいサイズで切れるので、そういう感じで、まずチップス用の切りやすいところだけを輪切りにしちゃって、この残った先っちょのところ、ここら辺をみじん切り用に使おうかなと。まあ、そこら辺皆さんお好みで大丈夫です。じゃあまあガーリックチップス用がまあ大体このニンニクの半分ぐらい用意できたら、まあこれはちょっとお皿に取っておいて、で、残りのニンニクはもう適当にみじん切りに、粗みじんで大丈夫です。よいしょ。ガーリックチップスだけでね、オイルにニンニクの香りをつけるだけでも十分美味しいんだけど、やっぱりね、生のニンニクが中に入ってるとより病みつき度合いも増してがっつり食べれるんで。で、ニンニクは粗みじんでこれくらいカットしたらこちらもまた別のお皿に移しておいて。はい。では、お次はこちらのネギ。まあこちらよく水洗いしたものを根元はちょっとカットして、半分にカットしてから小口切りにしていきます。まあネギはね、もともとパック詰めのやつでも大丈夫だよ。これはただネギがたっぷり欲しいんで、やっぱもともとね、大きいやつをカットする方が量が多いんで、この方がおすすめ。では、ネギのカットが済んだら、こちらもちょっと別に分けときます。だからこれでもう包丁を使う作業は終了。では、早速調理に取り掛かるんですけれども、まず最初にね、お肉から焼いていこうと思います。バターを 10g。で、加熱をして、ここに漬け込んでおいた、こちらのステーキ肉を
入れていきます。今回は結構お手頃な価格のね、牛肉使ってるんで、そんなにね、油がジャーって出る感じじゃないんですよ。今回この油は使わずに、ガーリックライスに使う油は牛脂から賄おうかなと。牛の油の旨味はね。なんで、まず最初にこちらは、焼いてから、保温して柔らかくね、美味しくいただけるステーキ肉にしたいと思います。では、バターが溶けて、フライパンが適度に温まったら中火にして、ここに牛肉、こちらを乗せていきます。お肉を焼く時間自体は、片面1分30秒でやっていきます。で、火は中火。まあちょっと強めの中火ぐらいで。では、ひっくり返します。で、あともう少しでね、焼き上がるんですけれども、今回ね、塩麹にこういう風につけてるので、ちょっとね、やっぱりフライパン焦げやすくはなっちゃうんですけれども、もっとね、和牛的なね、サシが入ってるようなお肉だったら、塩麹に漬け込むような作業も特にいらないので、ここら辺は、使ってるお肉によります。はい。じゃあもうこれでだいたい1分30秒、1分30秒。いい感じ。焼き色がついたので、そしたらお肉を、アルミホイルとかで包んで、あとは余熱でね、中まで火を通したいと思います。はい。こんな感じで。あとはもう余熱で大丈夫なので。ではこんな感じで、お肉は保温しておきます。で、フライパンなんですけども、やっぱちょっとこんな感じでね、焦げ付きが気になっちゃうと思うので、同じフライパンは使いはするんですけれども、ちょっと汚れとかをね、キッチンペーパーとかで取れれば取ってあげてください。綺麗に洗っても大丈夫ですよ。少しの旨味もね。そうそう。ちょっとだけでもね、やっぱ、お肉の旨味をね、残せればと思って。こちらちょっと綺麗にしたフライパンに、今火は止めてるんですけれども、先ほどちょっと熱したばっかりなんでね、ちょっと温度は残ってると思います。ここに牛脂を1つ。で、この牛脂も常温に戻しといてね、冷蔵庫に入れたままのやつだと結構溶けるまでに時間がかかるので。ただ牛脂だけだと、ちょっと油の量は足りないんですよ。なんで、これはね、旨味を出す用の油ってことで、ここにプラスしてサラダ油。こちらのさっきカットしたガーリック。ニンニクの輪切りの方ですね。こちらを入れて、まだ熱々の状態じゃないだけに入れてね。で、ここから火をかけて、でちょっとガーリックオイルプラスガーリックチップスを作っていきます。で、火は弱火で大丈夫です。すごく弱火で大丈夫。で、ガーリックオイルを作ってる最中に、ちょっと牛脂にも火を通して、油を出していこうかなっていう感じですね。で、牛脂をね、もし冷蔵庫で冷やしたままだったって場合は、この牛脂カットして大丈夫です。普通に半分にカットして、火にかけたりすればね、簡単に油出てくるので。で、ガーリックオイルを作るときは、火は弱火でね、強火にしちゃうと一気にニンニクに色がついて、そのまますぐ焦げちゃったりするので。じゃあね、ちょっといい感じにニンニクにも火が入ってきて、香りも立ってきましたね。で、僕だけね、結構ね、もう普通にカットしたまま入れてるんだけど、このね、ニンニクのこの真ん中にある芽の部分、こちらをね、取り除いてあげとくと、より焦げ付きは心配しなくてよくなります。これ真ん中の部分結構ね、焦げ付きやすいんで、気になる方は取ってあげてください。で、ニンニクはこれくらい色づいたら、これちょっとちっちゃい部分で薄かったんで、すぐ火が入ったんですけれども、そしたらもうキッチンペーパーの上とかに取り出してあげてください。色ついてから焦げるまではね、結構早いんで。ではもうね、大きいのも色づき始めたので、これくらいの色になったら取り出してあげてください。では、ガーリックチップスはこんな感じでキッチンペーパーに取って、ちょっと油を切っておいてください。で、この後もね、しばらくちょっと油の温度が残ってるので、色がつくので、だいたいちょっと焦げ始めたかなぐらいで取り出しておけば、仕上がりがとても綺麗な色になります。では、ガーリックライスの方にね、仕上げていきたいと思うんですけれども、この油、最初の時の半分以下ぐらいになりましたね。ホルモンとかと一緒ですね。そしたらもうこちら取り除いてくれて大丈夫です。こちらに先ほどの粗みじんにしたニンニク、ピント合うかな ?OK。はい。で、香りが立ってきたら、今までずっと弱火にはしてたんだけど、火力はもう強火にして大丈夫です。ちょっといい感じのニンニクの香りがしてきましたので、そしたらここにご飯、今回2合分です。入れちゃいます。はい、ドン。で、ご飯入れたらちょっとね、すぐ混ぜてあげてください。下にね、ニンニクが、ご飯の下にね、引かれてある状態だったらニンニクにすごい火が入っちゃって焦げちゃうんで。
ご飯入れたら軽く混ぜ合わせて、ここに小さじ1/2の鶏ガラスープの素。やっぱりニンニクと牛脂で十分ね、旨味は出てるんですけれども。で、あとはね、お好みでここ卵入れてもいいし、あとまあ、もっとあっさりだったら大葉とか入れてもいいし、この辺皆さんのお好みですね。で、ご飯に先ほどのガーリックオイルが回ったら、ちょっと火弱めにして、ここに味付けの塩コショウですね。塩コショウを。これちょっとね、気持ち多めにしてあげてください。で、塩コショウしたらよく混ぜ合わせて、では塩コショウも入って、だいたい味がまとまってきたら、ここに、ちょっと端っこに寄せて、お醤油大さじ2杯。ちょっと焦がしたいので、端っこに押して火は強火にして、醤油をちょっと端っこに押しておいて、醤油を沸騰させていきます。見えるかな。ああ、いいね、香ばしい香りがしてきた。はい、そしたらここにバターを 10g 入れて、程よくバターが溶けて醤油の香りも立ったら、はい、混ぜ合わせます。で、適度に馴染んだらここに先ほどのネギで、今回はカットしたネギの半分量ほど入れていきたいと思います。個人的にネギはたっぷりの方が美味しいです。めっちゃいいバターと醤油の香り。あとニンニクね。絶対もう完璧。ではこんな感じでいい感じにできたら、最後にブラックペッパーを少々、はい、入れて、まあ最後仕上げにかけてもいいんですけれど、でこれ完成なんですけれども、僕たちはねちょっと焦げるのが好きなんですよ。なんでちょっとこの状態で火は中火にして放置して、少しだけね焦げ目をつけるのが僕たちのお好みです。でも基本的にはこれで完成なので、焼き色も完璧です。ではこちらをね上に乗せて実際食べていきたいと思います。では、早速出来上がったので、実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずはいつも通り乾杯から。はい。いいですね。ではちょっと。はい。乾杯。乾杯。いただきます。ただきます。うまい。すっきりしてるわ。さっぱりしてるね。うまいね。これは合うぞ。合うぞ。じゃあ、早速。いきますか。食べますか。でいきます。いただきます。完璧。赤み具合完璧。いただきます。柔らかっ。完璧だ。うわ、しかも下味がしっかりしてるからめちゃくちゃうまい。合うね、ご飯に。やばいよこれ。これはうまい。ステーキがもう完璧。鳥肌だったそれじゃあちょっとライスの方もマジでうまい。いただきます。超合う。いや、このね、やっぱ焦がし加減がね絶妙なんですよね。合うよ。このがっつりしたガーリックライスにちょっとね、このやっぱお酒をね。完璧ですよ。うますぎ。めちゃくちゃ飲みやすいね。めちゃくちゃ飲みやすい。うまい。ガーリックライスにめっちゃ合う。結構濃いめの味付けにしてるからさ、すげえ飲みやすいわ。やっぱこうちゃんの料理やばいわ。うますぎる。もうね、ご飯の焼き加減とかももうパーフェクト。ちょっと焦げ目をつけてほしい。
最後言ったみたいに。これがポイントですね。いや、これは絶対作ってほしい。しかもさ、今回のさ、ステーキ肉ってさ、どちらかお手頃なお肉じゃん。なのに、すごいね、高級感があってめっちゃうまいんだよね。本当に柔らかいよね。柔らかい。なんて言うんだろうな、ちょっとハラミっぽい感じだよ。うんそういうなんか柔らかさだとやっぱ下味しっかりつけてるから、めっちゃご飯に合うよ。大切だね。ね。あとは、こうちゃんが手間をかけて、ガーリックチップス作ってくれたり、みじん切りでさらに入れてくれてるから、そこもね、すごくおすすめだなと思います。でもやっぱりネギたっぷりがいい。ネギ本当にめっちゃ入れて。ガーリックチップスがさ、ちょっと食感が違うからさ、そこがいいよね。いやマジでいくらでも食べられる。あとお腹が空いてたからもさ、すごい。ここでまたがっつりしたところにこれをスタイルフリーですっきりね。でもほんまにすごいね。めっちゃあっさりするわ。すごい本当に爽やかになって、ほんまにこれですっきりなんかリフレッシュされるから、めっちゃいくらでも食べられるね、本当に。で言うてこれ2個終わったからね。うまっ。いや、これはね、もうぜひ皆さんにね、作っていただきたい、マジで。めちゃくちゃ美味しいから。ということで、本日はですね、極上のガーリックステーキライスですね。お紅茶で作っていただいたんですけども、まあ本当にね、皆さんの多分画面に伝わってると思うんですけど、めちゃくちゃがっつりして、ニンニクも効いてて、だけどお肉は柔らかかったり、あとは、こうちゃんこだわってくれてるように、お米のね、焼き加減とかもすごいパーフェクトでめちゃくちゃ美味しい。ですよ。めちゃくちゃがっつりして。なんですけども、こちらをね、スタイルフリーで、スッキリできるんで、いくらでもね、食べられる料理になってると思うので、ぜひ皆さんね、作っていただけたらなと思います。はい。はい。どうですか？いや、もうでもこういう機会があるっていうのも嬉しいし、何より、めっちゃ美味しいのができたから。あ、そうだね。我ながら満足です。そうだね。これをぜひね、皆さんにね、作っていただけたらなと思います。はい。はい、本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。ちなみに、アサヒビールさんのツイッターでもね、キャンペーンをやってるみたいなので、ぜひご覧ください。はい。プラス、僕たちね、今回がっつり料理のね、レシピ作らせていただいてるんですけども、ですね、一応概要欄の方に僕たち以外の、クリエイターさんの美味しいがっつりしたレシピも入ってるので、そちらもね、ぜひね、ご覧いただけたらなと思います。はい。ということで、がっつり最高ということで、ぜひ皆さん、がっつりレシピ試してみてください。はい。以上になります。